皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、プロクリエイトを使ってこういう感じの iPadMate のロゴの作り方を紹介していきたいと思います。縁ブラシっていうのを使ってですね、こういうポップなロゴを作っていくんですけれども、この縁ブラシですね、私がオリジナルで作りました。で、今日紹介するこの縁ブラシ、アウトラインブラシですね、無料で皆さんにプレゼントしますので、ぜひ使ってみてください。で、このブラシなんですけど、どこでダウンロードできるかっていうと、iPadMate の Discord のコミュニティでですね、このブラシを無料で配布しています。Discord っていうチャットアプリがあるんですけど、それまずダウンロードしてもらって、この YouTube の概要欄にですね、iPadMate の Discord に参加できるリンクを貼っつけておきます。そこからですね、このコミュニティに入ってもらって、このですね、左側のプロクリエイトブラシプレゼントっていうチャンネルがあります。プロクリエイトブラシプレゼントですね。で、この中見てもらったらですね、私がこうやって案内しておりますので、ここに、ZIP ファイルですね、アウトラインロゴブラシの ZIP ファイルを載っけておきます。これタッチしてもらってダウンロードしてもらったらですね、プロクリエイトに自動で反映されてもう使えるようになりますので、ぜひゲットしてみてください。で、今回紹介するこのロゴですね、皆さんも同じように真似して作ってみてください。で、作ったやつをですね、ぜひこのチャンネルのこのみんなの作品部屋っていうチャンネルがありますので、ここに作ったやつを投稿してください。で、この投稿してくださったやつの中からですね、ちょっと選抜で選ばせていただいて、その方にですね、今回の iPadMate の NFT の購入チケットをお配りいたします。で、この購入チケットをゲットできたら今回の NFT ですね、絶対に買えるようになります。で、この NFT 買ったらコミュニティにですね、有料でしか入れないコミュニティにご招待いたしますので、このロゴ作りですね、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。ちょっとこの詳細はですね、最後にもう一度説明いたしますので、とりあえず先にですね、このブラシを使ってロゴを早速作っていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんプロクリエイト開いてもらってスクリーンサイズで始めていきましょう。で、プロクリエイトのブラシダウンロードしたらですね、こんな感じで iPadMate アウトラインロゴっていうブラシがこのプロクリエイトの中にですね、自動的に反映されてるっていう形になります。で、この4つをですね、使って作っていくんですけど、まずはこのラクタングル3っていうブラシをタッチして、色を決めていきます。この色は何色でも大丈夫です。で、こんな感じで、アウトラインのね、こういうおしゃれなブラシになってるんですけど、はい、こうちょっとクロスしたらですね、重なってしまうんですけれども、これ後で調整します。これでまずは iPadMate って書いていきます。で、重なっても全然大丈夫なので、重なりは気にせず書いてください。よいしょ。なかなか E が難しいですね。E おりゃ、来ました。はい、こんな感じでできました。で、そしたらこれ矢印取って、で、ここ均一にしてください。で、あんまりこうギリギリになりすぎてると綺麗に見えないので、ここのマージンって言って周りがちょっと空いてる感じにすると綺麗に見えますので、マージンを気にしてもらって、ちょっと角度つけようかな。 OK でございます。で、そしたらですね、この重なってるところがあるので、これをですね、綺麗に消していきます。消しゴム取ってもらって、消しゴムもアウトラインブラシを選びます。消しゴムは次、ディテールっていうやつですね、このブラシを取ります。例えばじゃあここの重なってるところですね、重なってるところをこんな感じで綺麗に消していきます。まずは縦を消して、で、次こっちですね、こっちも消していきます。よいしょ。こう消す時にプロクリエイトのブラシってギュッて長押しするとこうやって綺麗な弧を描くことができますので、はい、こんな感じで消してください。で、ここも同じですね。ここもちょっと丸くなってるはずなので、こんな感じで消します。で、こっちですね。これは、D が上に来る感じにしてください。右に行くほど右の文字が上に重なるような感じかな。OK。じゃあ、これでアウトラインが完成したので、次、色を塗っていきます。色を塗るときは、新しいレイヤー2を追加して、レイヤー2をレイヤー1の下に持っていきます。で、ここで黄色を塗っていきたいと思います。次、ディテールのブラシを選択して、で、黄色を取ります。で、この状態で、こういう感じで塗っていってもいいですね。これはみ出しちゃいましたね。これでも大丈夫です。1個ずつ塗っていくのでもいいんですけれども、簡単に塗れる方法があります。まず、このレイヤー1をタッチして、基準っていうのを押してください。基準。
はい、そしたら基準っていうボタンがつきました。でこの状態でレイヤー2をタッチして、でここに放り投げていくんです。はい、そうすると分かりますか？レイヤー2にこうやって塗りつぶしができてるんです。上はこれアウトラインですね。下が色になってます。この基準にしたレイヤーに対して色が塗れるっていう感じです。はい、そうすると一瞬でこうやって色が塗れますので、これでかなり時短できるかなと思います。はい、こんな感じで OK です。で次ちょっと模様をつけていきます。ハーフトーンのドットの模様をつけるので、レイヤー3をレイヤー2の上に追加して、これタッチして、次マスクをクリップっていうのをつけます。でそうすると矢印がつきますね。これレイヤー2からはみ出さないように塗れる設定になっておりますので、レイヤー3をタッチしてください。次クラシックハーフトーンっていうのが一番下にあるので、これをタッチします。で好きな色を選んでください。ちょっと青っぽいのにしようかな。はい、こんな感じでこうやってやると分かりますか？黄色からはみ出さないように塗れるんです。これマスククリップ解除してるとこんな感じですね。はみ出しちゃうんですけれども、これをマスクをクリップにするとはみ出さないようになるので、これで全部塗っちゃいましょう。ちょっとこのねドットをつけるとアメリカンポップな感じのロゴになってくれるので、はい、これで OK ですね。最後に周りにちょっと装飾をつけていくっていう感じになります。一番上にレイヤー4を追加してください。レイヤー4追加したら次ディティールズですね。これでですね、このアウトラインで使った色ですね、スポイトで取ってください。スポイトここね、これで取ってください。で取ってこの間のところですね、ちょっと隙間があるので、ここを模様ですね、図形で埋めていくっていうような感じになります。でこういうちょっと動きがあるところは線をこう動きの線っていうんですかね、こういうのをつけてあげると可愛くなります。はい、こうやって今塗りつぶししようと思ってもできなかったのは、これ基準になってるものを放置したままなんですよね。基準になってるやつに対して色が塗りつぶされてしまうので、例えばじゃあこれを塗りつぶしたいなと思ったら、これ一回基準を解除してからこっちタッチしてこうやって塗ると、はい、ここに塗れますね。はい、こんな感じですかね。こうやって周りをねちょっと埋めてあげるとポップで可愛い感じになるので、これないとあるとでね全然違うので、ここの装飾とあとハーフトーンね、ハーフトーンもあるとないとで全然変わってくるので、ぜひこの2つねおしゃれにつけてください。はい、でこれをですね作ったら、ぜひ先ほどのですねディスコードのチャンネルのところですね、ここ、みんなの作品部屋っていうところに投稿してください。で、この投稿してくださった中からですね、購入チケット NFT の購入チケットを配布することができますので、まずはですね投稿していただかないとこの購入チケットっていうのをゲットできないので、ぜひ投稿してみてください。買ってくださった方は NFT のホルダー限定チャンネルっていうのを見ることができます。今ですねそのホルダー限定チャンネルと一般公開のチャンネルがあるんですけれども、買ってくださった方は限定チャンネルを見れるような感じになってますので、この NFT の販売が4月14日の私の誕生日になります。1810体発売いたしまして、価格が 0.15 イーサリアムになりますので、これゲットしたら、コミュニティに入れるということで、その日に4月14日にですね、じゃあ買いますって言って買おうとしても買えないので、購入チケットをまずゲットしなきゃいけないんですよ。購入チケットをまずゲットしたら4月14日に買えるっていう形になるので、もう絶対購入チケットをゲットしてください。でこの購入チケットっていうのは3月中に配布っていう感じになりますので、ちょっと4月になっちゃったら遅いかもしれないので、早めに動いていただけると嬉しいかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひこのプロクリエイトブラシセットですね、ディスコードからダウンロードしていただいて、今日のチュートリアル見て皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。